こんにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。まだ6月ですが、私が住む場所では真夏がやってきました。日中は35度、とにかく暑いです。皆様の地域はいかがでしょうか。季節の変わり目に合わせて新しく洋服買いたいなって思っている方、多くいらっしゃると思います。そこで今日は洋服の見直し、100着から20着に減らした私の洋服を減らすコツ5つについてざっくばらんにお話ししていきます。まずはここ、寝室の一角が私のクローゼットです。ここにかかっているのはシャツとブラウス。他の洋服や下着、靴下はこちらの収納ケースに入れています。ここにはアクセサリーを置いています。オールシーズンここにあるだけなので、衣替えをしなくていいというのが非常に楽です。洋服を減らすにあたって一番最初に意識していることはこれ。軽やかにスタートを切ること。私の場合、服をどうにかしなきゃとか整理しなきゃって思った途端にやる気がなくなります。めんどくさいって感じてしまったらもう最後、いつまででも後回しにしてしまう。そうならないためにも、まずは自分の気持ちをよいしょすることから始めます。おすすめは、整理しなきゃではなく、ファッションショーしてみないって自分を誘ってみることです。これだけでモチベーションがぐんと上がります。整理しなきゃって思うと、家事としての義務感に身構えてしまうんですが、夏に向けてファッションショーしてみようって思えば、クリエイティブで楽しい遊びのように感じられる。どんな気持ちでスタートラインに立つのか、これではかどり方も大きく変わってきます。ということで、ファッションショー開始です。2つ目は、とっておきの1コーデを作ってみること。服を減らすときにどれを減らそうかなって考えていくんですが、考え込んだ挙句結局わからなくなって何にも手放せない、そんなことがよくありました。最近のマイルールはこうです。消去法で手放すのではなく、まずは残したいものを選び抜くことに集中する。ということで、この夏に着たいとっておきのコーデを一つ選んでいきます。ここでのポイントは、トップスだけ、ボトムスだけ、そんな風に単体で選ぶのではなく、全身のトータルコーディネートを考えることです。なぜなら、とっておきの寄せ集めって難易度が高いから。主張し合って合わせにくかったりすることが多い気がします。洋服は重ねて収納するのではなくて、立てかけて収納するようにしています。持ち合わせの服が把握しやすいのでおすすめです。この夏の私のとっておきコーデが決まりました。ベージュのワントーンコーデ。吸湿性が高く肌なじみのいい薄いリネン生地のトップスに麻のパンツ。サンダルは白で、バッグは茶色。インテリアショップの店員さんのような格好に憧れています。このバッグは先ほど作っていたものです。なんとか形になってよかった。3つ目、とっておきから広げる。とっておきの1コーデが完成したら、そのトップス、そのボトムス、今度はそれぞれに合わせられる服を2着程度を目安に選びます。このリネンシャツにはこれを合わせたり、
これを合わせても良さそうです。このボトムスにはこれを合わせたり、これも合いますかね。こんな風に一つのコーデを基準にして、そこからバリエーションを広げていくのがおすすめです。この方法だと進めやすいというだけでなく、お気に入り服を最大限に活用することができます。服を選び取っていくときに私が意識していることは2つ。1つはフォーマルとカジュアルのバランスを意識することです。2着を選ぼうって思ったときに、1着はカジュアルより、もう1着はフォーマルよりで選んでおくと、幅広いシーンで着回してきます。意識していること2つ目は、兼用できる服を選ぶことです。まずは季節の兼用。センスがない私の場合、春色の服を秋に活用するのが難しい。秋色を春に着る技も持ち合わせていません。短いシーズンでしか着れない服を減らしていったら、自動的に服が減りました。そしてシーンの兼用も意識しているポイントです。私の夏服の中では、このボトムス、それからこの T シャツは普段着だけでなくパジャマとしても着用しています。この服も部屋着として楽に着られるものなんですが、それだけではなく案外フォーマルな場でも着れます。とっておきの1コーデに上下2着ずつ加えると、約1週間分のコーデが完成。皆さんは何コーデあれば足りそうですか？洗濯の頻度やお仕事にもよると思います。私は2泊3日の旅行に行っても洗濯が間に合う数が理想。上下それぞれ5着もあれば問題なく過ごせそうです。ということで、上下2着ずつ足してこれで完成です。4つ目、保留袋の活用。残したい服が決まったら、あとは手放していくだけなんですが、まだ着られる服を手放すって結構辛い作業なんですよね。迷いがふつふつと湧き上がってきます。着ないんだけどもったいなくて手放せない服、私自身たくさんありました。ですがここで NG なのが、もったいないという理由でそのままクローゼットにしまってしまうこと。結局着ない服を寝かせることになって、いつまでもクローゼットが溢れたままです。おすすめは保留袋を活用することです。別の袋にごっそり入れて3ヶ月保管します。3ヶ月袋から出さなかったらそのままリサイクルショップへ。私はこれで納得して手放せるようになりました。最初はすごく悩むんです。もったいないなーって思うんですが、3ヶ月一度も手を触れなかった服を前にすると、このまま置いておく方がもったいないなって思うようになります。捨て活初期は大きな紙袋3つぐらい、パンパンの保留袋を保管している時期もありました。ですが最近はあっても 1,2 着。あんなにもったいないって渋ったのに、手放して後悔したものは1着もなかった。このジーンズは3ヶ月前に保留袋に入れたものです。この3ヶ月一度も袋から出しませんでした。腹をくくってリサイクルショップに持っていこうと思います。5つ目、違和感を拾い集める。少ない服で暮らすようになって分かったことがあります。
服を手放して終わりではないということです。少ない状態をキープし続ける。終わりではなく始まりでした。クローゼットをリバウンドさせないために重要なことは、洋服を何着減らしたかではありません。重要なのは、その一着を愛着を持って着尽くせる、そんな自分になれたかどうか。これってとても難しいです。私自身まだまだなんですが、少しずつ道筋が見えてきた気がします。ポイントは違和感を拾い集めていくこと。以前の私のクローゼットには溢れるほどの服がありました。たくさんある。なのになぜか着る服がない。自分でも不思議でした。セールという看板につられてなんとなく買った服。流行っぽい。これなら無難。他人の目線で買った服。ストレス発散だって感情任せで買った服。よく考えてみたら、自分らしい価値観はそっちのけで、雰囲気に流されて買った服ばかりでした。そこで私らしく服を選んでみようって思ったんですが、私にはそれがすごく難しいことでした。ずっと誰かの真似っこで生きてきたので、自分には何が大切なのかとか、何が好きなのか、いまいちピンときませんでした。そんな時、違和感を拾い集めることが役に立ちました。自分らしさを見つけるのは難しいんですが、なんか変とか、これは違う気がするっていう違和感みたいなものは案外見つけられました。この丈あと5センチ長ければなとか、この生地なんとなく着心地が悪いなとか、苦手と好きは表裏一体。自分の苦手が見えるようになると、その向こう側にあるこれが好き、これが大切、そういったものも少しずつ分かってきた気がします。私って実はこう思ってたのかっていう発見。私にとっては自分らしさの糸口になりました。衝動買いばかりしていたのに、最近ではそれがもったいなく感じます。時間をかけてゆっくり服選びをする方が何倍も楽しい。色のこだわり、形のこだわり、素材のこだわり。なんとなくで買った服が消えて、今はもう語りたい服しかありません。自分らしく選んだ愛着のある服。だからこそ着尽くしたいと思える。結果として洋服が減っていく。これだけしかないではなく、これがあれば幸せ。そう思える豊かなシンプルライフを自分らしく作っていきたいものです。いつものことながら食べてばかりの動画になってしまいましたが、最後までご覧いただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。